こんにちは、エレキチです。今日はたった3つの部品だけでスピーカーを鳴らすことができるオーディオアンプを作りたいと思います。今回作成するアンプでは IC は使っておらず、使用するのはディスクリート部品のみで、電源やスピーカーを除いてトランジスタが1つ、コンデンサーが1つ、そして抵抗が1つのたった3つの部品だけでアンプを作ります。このアンプの回路については、これまで公開してきた6つの動画の中で理論的なことについてはかなり詳しく説明してきました。でも今回は実際にものを作るという実践的な面に焦点を当てたいと思います。実際にものを作ることから来る喜びは、理解することから来る喜びとは一味異なる格別な気持ちにさせてくれます。それでこの動画では皆さんに実際に作っていただけるように部品の入手先を紹介し、実際に作る方法を説明したいと思います。そしてこの動画の最後には、今回の動画シリーズで僕がお伝えしたかったことや今後の動画について少しだけお話したいと思いますので、最後までぜひご覧ください。ではまずこれから作るアンプの回路を確認してみることにしましょう。この回路がこれから作るアンプの回路です。これはこの動画シリーズで少年のエレキチがトランジスタアンプを作ろうとするところから始まって、最後にたどり着いた一石アンプで、この回路をエレキチアンプ1号の完成形としたいと思います。この動画シリーズではトランジスタの動作の基本的なイメージをつかみ、増幅回路を作るのに不可欠な要素を理解していただくために、必ずしも必要でない要素を全て外し、最小限の部品でオーディオアンプを作って、その動作について説明してきました。わずか3つの部品しか使っていないのはそのためです。でもこのアンプはたった3つの部品しか使ってはいないとはいえ、スピーカーをちゃんと鳴らすことができます。簡単に説明しますと、このトランジスタは電源からスピーカーを通して流れる大きな電流をベースに入ってくる小さな信号で制御するためのものです。このトランジスタで制御する電流をスピーカーに鳴らすため、スピーカーをつなぐ出力端子には片側が電源のプラス、もう一方がトランジスタのコレクタにつながる形となっています。オーディオアンプとしてはあまり見られない形ですが、デジタル回路でよく見られるオープンコレクタの形になっています。そしてこの回路の抵抗はバイアスをかけるためのバイアス抵抗で、トランジスタで増幅回路を作るために不可欠なバイアス電流を流すためのものです。そしてこのコンデンサーはカップリングコンデンサーとも言われ、直流成分を取り除き交流成分のみを通すためのものです。これにより外部のオーディオ機器を問題なく接続することができるようになります。この3つの部品のそれぞれについて、何のためにこれがついているのか、なぜこのような接続になっているのか、抵抗とかコンデンサーの定数がなぜこの値になっているのか、また部品をどのように選んだらよいのかなどについては、これまで公開した6つの動画で詳しく説明しています。初心者の方にも分かるように分かりやすく説明していますので、これらの詳しい説明を見たい方はこの動画をご覧ください。ではアンプを実際に作っていきましょう。このアンプを作るには、まず部品を手に入れることが必要です。部品はインターネット通販で買うと良いと思いますので、いくつか利用しやすい電子パーツのお店のサイトをご紹介しておきます。まず利用できると思うのは秋月電子です。このお店は若い頃から僕も大変お世話になりました。この店の広告がトランジスタ技術という雑誌に毎月載っていたんですけれども、そこには小ロット生産者と共に歩むというキャッチフレーズが書いてありました。少ししか買わない人にも安く売るという意味だと思いますが、さまざまな部品を安い価格で売っていたので本当に助かりました。実は僕がこのビデオシリーズで作ったアンプの部品もこの店で買ったものです。それから秋月で
入手できないような部品を使うときには、僕はデジキーというサイトをよく使います。この会社も秋月とよく似たスタンスで、創業者の方が大量購入するビジネス向けの法人に対して売って儲けるというよりも、電子回路の愛好家やアマチュア向けに個人向けのパーツを売るということで始めたお店のようです。現在でも少ししか買わない個人のユーザーでもさまざまな部品を購入することができます。ただアメリカから部品を送ってくるので送料がやや高いという難点がありますが、手に入りにくい部品でも購入できるのでとても便利です。この他にもインターネットを探すとさまざまな部品を購入できるサイトが見つかると思いますので、使いやすいサイトでパーツを購入されると良いと思います。もしエレキチのアンプを作るための部品を秋月電子で買うとした場合、こんなものを買っておけばいいのではないかと思うリストを作りました。これが秋月電子で売っているものでエレキチアンプを作る場合の部品のリストです。ここに記しているようなものを購入するとおそらく作りやすいのではないかと思います。ユニバーサル基板にハンダ付けして作ることもできますが、回路の調整がしやすいブレッドボードを使う場合の部品リストにしています。この動画シリーズでエレキチアンプを作るのに使ったブレッドボードを使うと簡単に回路の変更ができて便利です。また僕はトランジスタは東芝の TTC5200 を使いましたが、秋月にはほぼ同じ特性の 2SC5200 も売っていますので、それでも良いと思います。それから抵抗は750オームのものを使います。この抵抗での消費電力は 5mW 程度ですので、抵抗の定格電力は6分の 1W、つまり 0.16W のものでも十分ですし、余裕を見て4分の 1W のものを買っても良いと思います。秋月では100本入りの袋しかありませんので、 Amazon などで売っているいろんな値の抵抗が入っている抵抗セットは価格も安く便利ですから、それを買っても良いと思います。でもセットで購入した場合、 E12 系列と言われるよく使う抵抗しか入っておらず、750オームが入っていないかもしれませんので、その場合には750の代わりに680オームとか820オームなど近い値の抵抗を使うと良いでしょう。コンデンサーは100マイクロファラッド25ボルトの無極性タイプを買います。スピーカーは8オームのものであれば何でも良いと思います。5ワットから10ワット程度のものを選ぶと良いでしょう。また電源についてですけど、今回のアンプは音質にこだわるというより学習用の回路ですので AC アダプタで良いと思います。5ボルト出力で1アンペア以上は流すことができるものが良いでしょう。あとはブレッドボードと接続端子や配線材料をリストに挙げています。このリストにはブレッドボードに刺さるようにするためのディップ化キットも書いていますが、これがあるとユニバーサル基板を割ったり加工したりする手間が省けます。必要に応じて購入されると良いと思います。そしてもしブレッドボードを新たに買われるようなら、今後ある程度大きな回路を作ることを考えて少し大きめのものを買っても良いかもしれません。それからピンヘッダーと基板をリストに載せていますが、これは TTC5200 の足が大きすぎてブレッドボードに入らないので、この基板とピンヘッダーを TTC5200 につけてブレッドボードにさせるようにするためのものです。これも必要と思われるなら購入すると良いでしょう。部品が手に入ったら回路を作りましょう。どんな方法で配線したとしても回路図にある通りに部品を接続すれば動くと思いますので、皆さんのお好みの方法でユニバーサル基板に配線してもいいですし、空中配線で足をハンダ付けして作っても良いと思います。でも今回は先ほど紹介したリストの部品を使って
このブレッドボードを使って作りたいと思います。初めてブレッドボードを使うときにはまずブレッドボードの内部の接続がどうなっているかを確認します。ほとんどどのブレッドボードでも同じだと思いますが、このブレッドボードでは端にあるプラスの赤とマイナスの青のラインは内部で一直線につながっています。そして番号が付されている各列はブレッドボード内部でつながっています。購入したら一度だけどのようにブレッドボード内部でつながっているかをテスターで確認しておくと良いと思います。このブレッドボード内の接続を念頭に置いて回路を作っていきます。抵抗などはこんな感じで部品をそのままブレッドボードに挿すことができます。でも今回使うトランジスタ TTC5200 のように足がブレッドボードの穴より太かったり足の位置が違ったりしてブレッドボードにそのままでは刺さらない部品もあります。そのような部品をブレッドボードに挿すためには基板とヘッダーピンを使います。基板に部品をこんな感じでハンダ付けしてその基板にヘッダーピンをつけてブレッドボードに刺さるようにします。秋月電子で売っているディップ化基板を使うとこれを作るための部品が揃いますのでとても便利です。そのようにして必要な部品をブレッドボードに挿すことができる状態にしたらそれをブレッドボードに取り付けて回路図通りの接続となるように回路を作ることになります。この時に必要となるのがパーツのピンアサインの情報です。例えばトランジスタであれば3つある足のうちのどの足がエミッターでどの端子がベースまたコレクタなのかがわからないとどこにつなげばよいか分かりませんのでそのピン配置を調べる必要があります。また AC アダプターの電源をつなげる DC ジャックとオーディオジャックについてもそれぞれのピンが何を表しているかが分からないと配線できません。それで部品のピンアサインピン配置がどうしても必要です。これらについては基本的にはデータシートで調べます。トランジスタのピン配置はデータシートで確認します。TTC5200 のデータシートをインターネットで検索して入手し、そのデータシートを見るとこのように最初のページにピン配置が書かれています。この絵のように置いたときに1がベース、2がコレクター、そして3がエミッタと書かれています。TTC5200 はこのように樹脂でモールドされていますが、背面には放熱板がついています。これをデータシートのピン配置の図と同じ方向になるように置くと、放熱板が後ろにした状態となりますが、その状態にして正面から見たとき、一番左に来るピンが1番ピンのベースで、真ん中が2番ピンのコレクター、そして一番右のピンが3番のエミッターです。電源についてもどのピンが 5V でどのピンがグラウンドかを確認します。この AC アダプターにはこのように本体部分に極性が記してあり、真ん中がプラス、外側がマイナスであることが記されています。一般的に AC アダプターはこの AC アダプターのようにセンタープラスのものが多く、真ん中がプラス、外側がマイナスということが多いと思います。わからない場合はテスターで確認すればすぐにわかります。そしてその 5V 電源につなぐ DC ジャックについてもデータシートや参考資料が入手できればそれに書かれていると思います。でもそれがなくても AC アダプターを DC ジャックにつないだ状態でテスターで各端子の電位差を測るとどのピンが 5V でどのピンがグラウンドか分かりますので、確認のためにもテスターでピンアサインを調べると良いと思います。もう一つ分かりにくいのがオーディオ入力となるステレオミニジャックのピンアサインです。オーディオ用のステレオミニプラグケーブルについてはよく使われているのは3極のものと4極のものです。
3極のケーブルの端子はこのようになっているものがほとんどと思います。3極のものは TRS ケーブルとも呼ばれ、ピン配置はここに書いているように先端から左チャンネル、そして2番目が右チャンネル、そして樹脂に覆われた部分に近いところがグラウンドです。左チャンネルの信号は先端のレフトと根元のグラウンドに生じる電圧を取り出すことで得られます。購入したミニジャックのパーツのどのピンがどの信号かを調べるには、調べたいミニジャックのパーツにオーディオケーブルを差し込んで、テスターでミニプラグのどの接点がどのピンに来ているかを調べてください。ちなみに4極のオーディオミニプラグは次のようになっています。先端側から左チャンネル、右チャンネル、マイク、グラウンドの順になっている場合が多いと思います。稀に異なる規格のものもありますので注意されてください。ピン配置を確認したら、回路図通りの接続となるように回路を作ります。まず部品をブレッドボードに差し込んで取り付けます。そして部品を取り付けたら、ブレッドボード内部の接続を頭に置いてジャンパーワイヤーで配線してブレッドボード上に回路を作っていきます。出来上がったら電源をつなぎ、音声入力端子にパソコンの音声出力などを接続して音が出るかを確認します。では実際に音を出してみましょう。 PC から出力される音声をこのアンプにつないでスピーカーを鳴らしてみたいと思います。動きましたね。こんな簡単な回路でも動くのを見るのは嬉しいものです。よかったら皆さんもご自分でエレキシのアンプを作ってみられてください。そしてもしよければ別のバイポーラートランジスタを使った自分だけの回路を設計してオリジナルのアンプを作ってみられてください。最初はいろんな壁に遭遇し、なかなか動くものを作るところまでに行くには苦労するかもしれませんけれども、この動画シリーズで説明したことを参考にしていただいて、自分だけのアンプを作っていただけたら幸いです。そうしてくださる皆さんを応援しています。もし自作のアンプを作られたらコメント欄などで知らせていただければ嬉しく思います。このチャンネルでここまでこの動画を含む7本の動画を通してトランジスタアンプを作る方法を説明してきました。この動画シリーズをこれまでずっとご覧いただいた方もいらっしゃると思います。本当にありがとうございました。まだご覧いただいてない方は、電子工作初心者のエレキチが実際にトランジスタアンプを作るまでの道をたどる、自分だけのトランジスタアンプを作ろうという再生リストを作っていますので、ぜひご覧ください。この入門編の動画シリーズは一旦ここまでで区切りとさせていただきたいと思います。でも次回以降の動画でも第2弾の新たな動画シリーズとして、さらにより大きな音、より良い音を目指した実用的なアンプを作ることを目指して、引き続きアンプの作成方法について説明する動画を作っていきますので、今後もよろしくお願いします。技術的な内容はここまでにして、このシリーズの最後にこの動画シリーズの作成の際に僕が感じたことや
今後僕がこのチャンネルで扱いたい内容について少しお話ししたいと思います。この動画シリーズでは僕が小学生の頃に自分が作りたい電子回路を自由に作りたいと思っていたにもかかわらず、知識を得ることが叶わず少し悔しい思いをした子供の頃の僕に当時知りたかったことを教えるのであればこんな感じになるのではないかと考えながらこの動画を作りました。自分が欲しいと思ったものを他の人にも提供するなら喜んでもらえるかもしれないと思ってこの動画シリーズを作ってきたわけですけれども、いかがだったでしょうか。最初この企画を考えた時には数十年前の僕、電子回路に興味を持ったエレ吉少年が自分で回路を作るようになるまでに成長していくドラマを描くことを考えていました。できることなら子役を誰かにしてもらってその子のおじいさん役を僕がしながらその子にいろんなことを教えて一緒に喜びを分かち合いながら子供がものづくりをしながら成長していくということをしたかったんですけれども、誰かに頼むような視力もなく、このシリーズでは子役の部分は僕の手の映像だけで描くというような設定が分かりにくい形となってしまいました。でももしこのチャンネルが成長して大きくなってチャンスが訪れたら、そんな子供とおじいさんの微笑ましいドラマを作れたらいいなと思います。そんな夢も思い描きながら子供でも理解できるようにこの動画シリーズを作ってきたわけですが、非常に単純な部品が3つしかない回路を説明するのに6つもの動画からなる非常に長い動画シリーズとなってしまいました。このような詳しい説明になった理由についても少しだけ説明させてください。このエレ吉のアンプにはトランジスタ1個、抵抗が1個、そしてコンデンサーが1つとわずか3つの部品しか使っていません。でもその3つの部品についてどのような働きをするのか、なぜその部品がついているのか、抵抗値や静電容量がなぜその値になっているかということを詳しく説明してきました。実はこのように詳しい説明をしたのは既存の回路を説明するだけではなく、自分のオリジナルの回路を作る方法を説明したかったからです。僕は子供の頃電子工作キットを買ってもらって、そのキットの部品をハンダ付けして動くものを作って楽しんでいました。動いた時にはそれなりに嬉しかったんですけれども、その後回路図通りに作るのでは飽き足らず、自分で好きな回路を作りたいと思うようになりました。そうした電子工作キットには基板や部品とともに説明書が入っていて、その説明書通りに作れば動くようになっていました。これはいわば食材の宅配のように全ての材料とレシピが入っているようなものかもしれません。そこに入っている材料を使ってレシピ通りに作ればちゃんと美味しいものが出来上がります。これはこれでとても良いことですが、時には自分でこんなものが作りたいと思って自分で材料を選んで自作の料理を作りたいと思う人もいると思います。おそらく当時の僕はそんなことを電子回路でやってみたいと思ったんだと思います。それで当時の僕はいろんな電子回路を解説する本を買ってもらったり、子ども向けの電子回路を解説する通信講座を受けさせてもらったりしました。そのようなことをさせてくれた親には何十年も経った今でも感謝しています。でも残念ながら当時の僕の願いは叶わず、回路を改造して性能を向上させたり機能を追加したり、自分でオリジナルの回路を作ったりすることはできませんでした。魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えようということわざがあります。人に魚を与えたらその人はその魚を食べることができますが、それで終わりです。でもその人に釣り方を教えれば、その人は自分で魚を取ってその後もずっと魚を食べることができます。電子工作をする場合にも同じような要素があって、回路図をもらってその通りに作るだけでなく、回路図を自分で書くことができるようになれば、その後いろんな回路を作ることができます。そのように自分で回路を作るための方法を説明したいと思い、今回の動画シリーズでは一つ一つの点について詳しく説明しました。
ここまでの長い動画シリーズを見てくださった皆さんに本当に感謝しています。そうしてくださった皆さんが自分で使いたいトランジスタなどを選んで、そのデータシートを見ながら同じ構成の回路なら自分で作ることができると感じておられるようであれば嬉しいのですけれども、いかがでしょうか。このチャンネルでは今後も回路を与えるのではなく、回路を作る方法を教えるという理念を持って動画を作っていきたいと思います。少し高尚な感じのお話をしましたけれども、このチャンネルでは説明することが少し難しいと思える内容をできるだけ分かりやすく理解していただけるように解説していきますので、ぜひとも引き続きご覧ください。今後は幾人かの視聴者の皆さんからご要望をいただきましたので、もう少しオーディオアンプの回路の解説の動画を作っていきたいと思います。でもさらにその後、無線関係の回路やデジタル回路などさまざまな電子技術についてお伝えしていきたいと考えています。もし他にも扱ってほしいと思う内容がありましたら、僕にとって難しいことがあるかもしれませんけれども、参考にさせていただきたいので、ぜひコメント欄でお知らせください。また分かりにくい点などがありましたら、その後の説明に役立てたいと思いますので、そのことについても書き込んでいただければ嬉しく思います。今後も電子回路に興味のある皆さんや学んでおられる皆さんが自分で物を作るようになるために必要な技術をお伝えするために頑張りますので、チャンネル登録して今後の動画もぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。